GD ワインの服部です。よろしくお願いします。今日はね、イタリアの土着品種を楽しもうということで、ご紹介する品種は、ネロディトロイアです。で、こちらはですね、イタリアの南部のかかとの部分、プーリア州の土着品種となります。で、由来なんですけれども、2つの説があります。トロイアっていうぐらいですから、トロイの木馬ですね。トロイア戦争、古代トロイア戦争の時に来たという説と、あとですね、プーリア州は実はスペインのね、領土だったことがあるんですね。その時スペインから持ち込まれたっていう説があります。で、このトロイアっていうね、町もありますので、そこで栽培されたということでね、トロイアという説もありますけれども、どちらにしてもね、プーリアの土着品種です。ですね、昔というかですね、最近まではこのネロディトロイアというのは、どちらかというと、補助の品種ですね。色がね、比較的濃いので、何かと混ぜたり、そういった風に使われてましたけれども、最近はですね、単一の品種として使われたりします。で、こちらね、ネロディトロイア、別名がね、ウオバディトロイアって言います。ウオバっていうのは、ブドウのことですから、トロイアのブドウですね。で、ネロっていうぐらいなので、黒。ネロは黒ですから、トロイアの黒ブドウということで、よりね、黒いということでね、色素がね、それでネロディトロイアというふうに呼んでいます。特徴はね、色が濃いっていうところと、で私個人的には結構飲みやすい品種かなと思ってます。飲んだ時にね、ちょっと少しね、水っぽい感じがするんですけど、そんなね、品種だというふうに思っています。ものによってはね、タンニンとか酸がね、強いっていうふうに書いてあったりするんですけれども、実際に今のね、作り手のものを飲んでみると、そこまでね、タンニンであるとか、酸味っていうのは強く感じないですね。どちらにしても今日3つ持ってきてます。はい、1本目がですね、こちらなんですけれども、ワイナリー名がね、リベラですね。で、ワイン名がですね、ビオランテ、ネロディトロイアです。で、ビオランテっていうのは、イタリア語で紫はビオラなので、ビオランテ、そこから来てビオランテって言ってますね。これはね、2017年ですね。で、こちらね、値段はね、1000円台で購入できるものです。はい、2本目がね、大御所と言っていいでしょうね。様々な賞をね、取りまくってるトルレベントっていうね、生産者です。ワイン名がですね、ビーニャ・ペダーレ、カステル・デル・モンテ・ロッソ・リゼルバというワイン名です。で、ヴィンテージ2009です。で、カステル・デル・モンテというのは、有名なね、世界遺産にもなってますけれども、お城のことですね。そこの近くで採れたワインということでなってます。で、こちらはですね、2000円台で購入できるワインですね。はい、3本目ですね。こちらですね、ワイナリーがですね、カンティーナ・クリフォって言います。協同組合の生産者となります。こちらね、ワイン名がですね、アウグスターレ、カステル・デル・モンテ、ネロディ・トロイア・リゼルバと言います。ヴィンテージが2015年です。こちらはですね、3000円前後で購入可能です。はい、それではね、1本目、試飲しますね。香りはですね、ベリー系の香りがしますね。それと、やっぱスミレみたいな、あとはね、牧樹みたいな香りもしますね。アタックはね、柔らかいです。全体的に飲みやすいワインですね。そのソフトに入ってくる感じですね。ですから、よく言う言葉で、フルボディとか言いますけれども、これはもう完全にミディアムボディの強さですね。で、少しね、先ほどのね、果実味、赤黒い果実味ですね。プラムとか、それからブルーベリーのような、そんなものが広がります。単には強く感じません。2本目です。こちらですね、トルレベントいきますけれども、ちょっとこちら2009年でだいぶ寝かしてますけれども、色はまだ濃いですね。カルダモンの香りがします。果実はどちらかというと、明るい果実しますね。これはラズベリーみたいな香りします。爽やかな香りというか、ちょっとミント系の、ミントチョコみたいな香りもしますね。アタックはやっぱり柔らかいです。最初の方に言った、水を飲む感じって言ったのはですね、うまく言えないんですけど、私はスノーボールって言ってるんですけど、スノーボールって多分他の人は使わないと思うんですけど、ボルドーのね、ポイヤックっていう場所があるんですけど、ポイヤックのワインも私この感覚があるんですけど、飲んだ時に、下のですね、上に、水が溜まるようなイメージですね。そんな、先ほどのワインもそうでしたけど、そんなイメージですね。タンニンも溶け込んで柔らかいですね。
で、適度な果実味で、こちらもやっぱりフルボディではないです。ミディアムですね。飲みやすいですね。はい、3本目ね、こちら、いきます。香りはですね、チョコレートの香りがします。チョコの中にドライフルーツを入れたやつあるじゃないですか。あの感覚です。本当にチョコですね。はい、ちょっと開けたてかもしれないですけど、他に感じられないです。チョコレートが主体です。強いて言うなら、カシスみたいな。でもカシスもどっちかというとリキュールっぽい香りがしますね。飲みやすいですね。これも飲んだ時に柔らかいです。一般的にね、酸味とか骨格とかね、そういったものを重視するんですけども、これは全体的にね、柔らかくってね、そこまで骨格はしっかりしてないですけど、いわゆるストラクチャーはしっかりしてませんけれども美味しいですね。全体的に丸い感じですね。これちょっとね、舌の上にね、タンニンが気持ち残りますね。で、これ樽かもしれませんけど、ちょっとバニラ香みたいなのも少し要因としてあります。ただアタックは似てますね。よりこちらの方がね、分厚いですけれども、全体的に似てます。おそらくこの後、戻っても同じような味だと思います。そうですね、似てますね。よくね、飲み返しって言うんですけども、テイスティングの場合はこちら飲んで、そんでこっち飲んで、繰り返し飲むってことがありますが、あまりね、こちら1000円台のワインで、こちら3000円台のワインなので、一般的にはこの高いワインからね、この安いワインに戻ると、すごく薄く感じるんですね。なんですけど、今ちょっと飲み返してみたら、やっぱりアタックは、確かにね、こっちの方が層が厚いですけれども、アタックは似てますね。そんなに違和感がないです、飲み返しても。ネロディトロイヤ、紹介いたしました。失礼します。はい、GD ワインの服部です。今日はありがとうございました。今日はね、イタリアのプーリア種のネロディトロイヤ紹介しました。今までね、二次品種みたいな感じでね、扱われたものですけれども、昨今はね、DOCG にもなってますし、ネロディトロイヤの復活というか、そういったものが感じられるかなというふうに思います。意外とね、フルボディじゃないです。ミディアムか下手するとライトなんじゃないかっていうぐらい飲みやすいワインだと私は思います。作り方にもよるんでしょうけども、少なくとも今日味わった3つに関しては、強さを前面に出すというよりかは、どちらかというと、エレガントな柔らかい感じのワインかなと思います。で、途中で言ったね、意味不明かもしれませんけど、スノーボールっていうね、言葉ですけども、少しね、飲んだ時に水のようなね、イメージがね、赤ワインだけどあるんですね。それを私は感じました。他にもね、こういった動画ありますので、チェックしてみてください。失礼いたします。